山頂到着しました。はい、おはようございます。おはようございます。サンクのとしです。マリコです。今日は鳥取県はい大山に来ておりまして、はい、はい、これから大山、夏山登山道から登って弥山、今の大山の頂上ですね、そこ行って降りてきて、今度ユートピアコースで山湖方に行こうと思います。はい、はい、マリコさん、大山は初めてですか？初めてです。はい、はい。ちょっとね、今日は今雲多いんですけども、いい天気になりそうなんで、はい、楽しんでいきたいと思います。はい。はい。それでは早速行きましょう。はい。ただいまの気温18度。快適ですね。ただ、タンクトップやとちょっと白い目で見られてます。ここが大山ナショナルパークセンター。まだ開いてないですね。まだ駐車場もそんなに車はいっぱいじゃないですね。日本海が見えてます。もう結構スタートされてる方いらっしゃいますね。朝は静かです。こう右に曲がって夏山登山道向かっていきます。こちらモンベルのショップですね。山の稜線が見えております。はい、ここから登山開始します。ここに大山夏山登山道。スタートの標高はですね、780メーターぐらい。そこから1702メーターまで登ります。はい、頂上まで 2.8 キロ。結構ね、整備されてるんで、階段が多いですね。ここ1合目です。はい、ただいま標高900メートルです。あと800メートル登ります。はい、ただいま2合目です。距離は約 1.6 キロ。標高は986です。標高1000メートル。あと700メートル登ります。はい、ただいま3合目です。距離は 1.9 キロ。標高は1070です。前半はこんな感じの階段が延々と続いてます。なかなかきついですね。ただいま標高1100メートルです。はい、ただいま4合目です。距離は 2.1 キロ。全然進まんな。はい、標高1200メートルです。距離は 2.25 キロ。噛んでる。おはようございます。今ね、標高が1200個超えたとこなんですけど、すっごい頑張って歩いてるけど、直投なんで距離は全然伸びません。暑い。もう10月も半ばですけどね。はい。頑張っていこうと思います。はい、ただいま5合目到着しました。距離は約 2.4 キロ。ちょっと晴れてきました。ただいまここです。後半はこちらの方からユートピアコースの方へ向かっていきます。標高1300メートル。距離は 2.5 キロ。だいぶ気が低くなってきて、ちょっと見晴らしがね、良くなってきました。だいぶ気が低くて、上が見晴らせるようになってきました。はい。6合目、到着しました。避難小屋あります。太陽が出て、眩しい。向こうの方ちょっと雲多いですけどね。でもまだ晴れてくれることを願いましょう。次に行く山湖方見えてます。標高1400メートルです。距離は 2.8 キロ。だいぶ登ってきましたね。ちょっと標高上がって涼しくなってきたかな。でも日差しが出てきて暑いな。だいぶ登ってきました。朝日が眩しい。
大山はですね、大山という山頂はなくて、この辺りの山々を総称して大山と呼んでます。一番高いのは剣ヶ峰ですけども、崩落が進んでて現在は立ち入り禁止です。なので弥山を大山の山頂としてますね。7合目到着しました。距離は 2.9 キロ、標高は1440。距離の割にはね、一気に登るんで、しかもずーっと直投でね、この階段登ってるんで、なかなか距離の割にはきついですけどね、頑張って登ります。いや、ここはいい眺めですね。後半に登る山湖峰は向こうです。ちょっと岩っぽくなりました。はい、標高1500メートル。残り200メーターアップです。ただいま距離は約3キロ。全然距離は進まないですね。いや、さっきよりも雲がね、晴れてきまして、海まではっきり見えるようになってきましたね。いや、だいぶ登ってきましたね。8合目到着しました。振り返るとね、めちゃくちゃいい景色です。標高1600メートル。もう視界は完全に開けましたね。いい眺めです。向こうの方、雲海がすごいですね。さあ、太陽に向かって登っております。いや、風が吹いて涼しくて気持ちよくなりました。景色がね、いいんで最高ですね。山小屋到着しました。弥山の山頂はもうちょっと上ですね。雲海がすごいな。さあ、そこが弥山の山頂です。大山頂上1709メートル。この先は立ち入り禁止になってます。もういい眺めやな。それではこれ降りて山湖峰行きますんで、ちょっと早々に下山をしていきます。下山するときの方がね、下の景色を眺めながら行けるんで最高ですね。距離3キロぐらいでね、これだけの景色が見れるんで、やっぱり人気ありますよね。この方に新宿も見えてますね。いや、いい眺めやな。気持ちいい。大山の形の影が映ってます。いや、荒々しいですね。下山はいい眺めですね。気持ちいいけど結構急なんでね、気をつけてください。あ、こっちです。いい眺め。いや、絶景すぎてやばいね。登ってこられる方がね、結構多いので、下りは譲りながらですので、ゆっくり降りてます。6合目の小屋まで降りてきました。もうすぐ分岐があります。はい、分岐まで降りてきました。こちらで下山して、次は山湖峰を目指している。こちらの行者道はそんなに人はいないと思います。あ、でも登ってくる人おるか。声が聞こえるな。下山もなかなか急なんで足元の注意で行きます。国道の下り、標高1200メートルです。大山の山々が一番高いところが剣ヶ峰かな。山湖峰はこの裏かな。いや、こうやって見たらいつ崩れてもおかしくない感じしますね。ちょっとあちこち工事してるところがね、何か所かありまして、ち
ちょっとこう、迂回をして、ユートピアコースの方向かっております。ここの分岐を下宝珠越え方面、ユートピア避難小屋方面ですね。ここ向かっていきます。ここからはね、がっつりのトレイルになっていきますんで、気をつけていきたいと思います。ユートピアコースは階段がなくて、普通の登山道です。はい、これからユートピアコース入っていきます。登山道の管理は行われていません。だいぶビビらされてます。ちょっと荒れ気味ですね。ちょっとジメジメしててね、湿度が高くて蒸し暑いですね。なんか下もちょっと微妙にぬかるんでます。登山道と書いてくれてますね。この木の根っこのところを登っていきます。この辺りも結構急な登りです。あの上は尾根がもう見えてるんかな。あの辺りが下宝珠越えかもしれないですね。はい、この斜面登ってきまして、尾根に出ましたけど、この尾根のここが下宝珠越えだと思われます。ここからね、三湖方に向かって、次は中宝珠越えですかね。に向かって進んでいきます。昨日向こうに今から進む三湖方見えてます。だいぶ上の方に見える。中宝珠越えはもうちょっとですかね。おー、いい眺め。こちら、これから登る三湖方、だいぶでかいな。で、こちらが大山の北壁ですね。迫力ある。なんかいきなり激下り現れました。垂直落下ですけど、垂直に降りてますけど、うん。はい、こちらが中宝珠越えです。上宝珠越えまで 0.6 キロ。ユートピア 1.1 キロ。どっかな、避難小屋のことかな。管理されてないとは書いてますけども、ちゃんとね、こういう整備はしてくれてて、助かりますね。うわ、めっちゃいいわ、苔が。うん、こけんようにな。いや、ここもなかなかきつい岩ですね。うん、ここもすごい岩の壁ですね。うん、まだ登ってます。また岩登りです。このとこばっかりやな。だから三湖方に一気に近づきまして、向こうにユートピア小屋が見えてますね。紅葉してて綺麗です。これ岩登りばっかりなんでね、標高は上がりますけど、距離は全然進まないです。北壁、だいぶ近寄って、間近で見ると、ド迫力です。急に岩がすごくなりましたね。いやー、これはね、絶景ですね。すごい。すごいな、こう。あ、ここも登っていくねんな。まだ岩登りしてます。さあ、登ってきました。おお、結構紅葉してるね。いやー、晴れてきて綺麗ですね。紅葉も綺麗です。さあ、登ってきましたよ。木まで。あー、すごいね。おー、北壁がここにさっと行きます。近づいてきましたね。
上も結構人いるのが見えます。すごい景色。下は断崖絶壁です。はい、山頂到着しました。おお、絶景やね。絶景です。参考1516メートル。ちょっと開封しちゃいましたけど、ローソンの駒酒、マリコさんが赤飯オパート、十勝バターのスティックとお菓子。それでは下山していきます。お腹も膨らちゃんで、まあでも下山も結構急なんでね、大変ですけどもね、気をつけて降りたいと思います。なかなかこれ降りるのも大変ですね。それは大山、未山に登って一旦降りて、三湖峰に登って、三湖峰の山頂で寸との距離はちょうど10キロぐらいでしたね。それではここからまた下山をしていきます。大山の北壁を眺めながら下山していきます。いや、晴れて気持ちいいね。岩登りしてきましたんで、帰りは岩下りが待ってます。なかなか急斜面なんでね、ロープも設置してあるところがあるんで気をつけて降りましょう。ちょっと登るときも見逃してたんですけども、上宝珠越えっていうのがですね、この辺りにあるはずなんですけども、ちょっと今も探してるんですけども、ちょっと目印は見当たらないですね。ただこの辺りが上宝珠越えのはずです。なんか看板の破片は見つけたんで、ひょっとしたらこれかもしれないですね。ちょっとここに看板らしき残骸があるんですけど、ひょっとするとここが上宝珠越えかもしれないですね。苔も生えてるんで滑りそうで、だいぶビビってはります。長い急斜面下っております。ロープにね、手を添えながら降りると楽に降りれますんで、うまく活用してください。中宝珠越えまで戻ってきました。もう向こう山見えへんようになったね。はい、下宝珠越え到着しました。先ほどはね、この下から登ってきましたけども、今度はこっちまっすぐ宝珠山ですかね、宝珠山ですかね。ちょっと間違えてたらね、コメントで教えていただけたらと思います。そっちの方向かって下山をしていきます。さあ、今回のね、一応ここがファイナルピーク。ラスボスですけど、ちょっとすぐ登れる感じの山っぽいですけどね。お疲れ様です。最後の山登ってますよ。残り50メートルぐらいかな。現在時刻は12時43分。さあ、このファイナルピークを登って一気に下山して、ご褒美は何かな、ソフトクリームかな食べようと思います。最後まで頑張ります。ここもあまり人通らないんですかね。ちょっとね、草がボーボーでちょっと痛い感じですね。やばいな。はい、宝珠山山頂をゲットしました。あまり人やっぱり入ってなさそうですね。まあ
やぶやぶって感じですね。ジャングルになってます。ちょっと足元ね、見えないんで、気をつけて進んでください。っていうか、あんまりこっち来ん方がいいかな。これやばない。あ、でもいきなり、スキー場のリフトに出てきました。うわ、足元がね、見えなくて、下にね、どんぐりがいっぱいあるんですよ。それ踏んだらね、コロコロ、どんぐりコロコロで滑るんで、脱出成功しました。よし、最後はこのスキー場降りていきます。おー、すごい。でもスキー場降りるのも結構しんどいよな。7月にね、野沢温泉の大会出たんですけど、あの時もスキー場下っていくんですけどね。まあ、こんな短くはないですけど、もっと長い距離でしたけど、それを思い出すといてマリコさん言うてはりますわ。めちゃくちゃエグかったって。降りてきました。だいぶ降りてきても景色めちゃくちゃいいですね。めっちゃ気持ちいい。はい、スキー場から下山してきまして、あとナショナルパークセンターの方にね、ここから降りていきます。なんか途中荒れてるけど大丈夫かな。ちょっと行ってみましょう。はい、リフト乗り場の下まで降りてきました。もう駐車場はすぐそこですね。大山ナショナルパークセンター戻ってきました。いやー、天気が良くてね、もう10月も半ばなんですけども、嘘みたいに暑くてね、けど景色も良くて最高でした。お疲れ様でした。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。無事にナショナルパークセンター戻ってきまして、はい。いや、良かったですね。よかったです。天気も良くてね、はいはい、気持ちいい散歩でした。はい。はい、マリコさんいかがでしたか今日は。いや、初めてのね、大山ということで楽しみにしてたんですが、ちょっとやっぱり2個目の山なんでしたっけ、三個方。三個方はね、かなりトレイルの道が激しくて、岩登りも多くて大変だったんですけど、頂上がすごく見晴らしが良くてとっても良かったです。そうですね。紅葉もねしてたんでね、はい。で、まあ何よりお天気がね、はい、久しぶりに良かったんですよ。はい、はい、最高でした。大満足。はい。それまたね、トレランのコース紹介の動画とか役に立つ動画アップしていきますんで、チャンネル登録してお待ちいただけたらと思います。高評価もお願いします。はい、動画が良かったらですね、高評価よろしくお願いします。では、バイバイ。バイバイ。じゃあ